皆さんこんにちは。自然食料理人のなおこです。今日はですね、美味しそうな日本のかぶをファーマーズマーケットで見つけたので、お店でもとっても人気のあるこのかぶを使ったちょっと変わったシューマイをご紹介します。材料はこちら。かぶ、生姜、ネギ、しいたけ、豚ひき肉、オートミール、これが皮になります。調味料が塩、醤油、ごま油、それから片栗粉です。以上です。ではまずかぶを処理していきます。かぶの葉と実を分けます。で、ここですね、こうやって土がまだいっぱいあるので、よくこの土を洗い落としてください。はい、洗ってきました。で、今度は実を少し茹でたいのでお湯を沸かします。自然食料理人の私としては、このかぶの葉と実の付け根、味も凝縮していて栄養も凝縮しているここを食べたいんですね。それと地球とつながっているこの生命線、これも食べたいんです。それとですね、葉っぱ、この葉っぱは柔らかくって生でも食べれるので今日は茹でないんですけど、もうちょっと成長したり時間が経ったりして硬くなってきたら30秒ほど下茹でしてください。一つまみの塩を入れます。それからかぶ、このかぶ小さいのでこのまま茹でますが、大きかったら半分に切ったり4等分に切ったりしてください。2分茹でます。はい、野菜切りました。野菜はですね、私は不揃いの方が好きなんですね。なんでかっていうと、やっぱ口の中にこうやって大きいのがところどころにこうやっているんですけど、こう口の中でそれぞれがこう主張してくれる、これが料理のポイントです。野菜には水分があるので、その水分を吸ってもらうために大さじ1杯の片栗粉を混ぜていきます。でこの時も潰さないようにざっくり混ぜてください。次にお肉に下味をつけていきます。小さじ1杯のお塩、大さじ1杯のお醤油、大さじ1杯のごま油です。しっかり混ぜてください。そしたらお肉と野菜を合わせます。よーく混ざったら、これでシューマイの種は完成です。はい、では丸めていきます。だいたい2口ぐらいの大きさがいいんじゃないでしょうかね。
ここで本来はシューマイの皮を使うところ、私はこのオートミールを使います。シューマイの皮が買えないわけじゃないんですけど、やっぱり中国から来たり日本から来たり自然食料理人の私としてはやっぱり地元にこだわりたい。このオートミールはオレゴンで育ってオレゴンで加工されているものなんですね。それ以外にもいろいろ試したんですけども、一番フィットしたのはこのオートミールだったんです。でオートミール自体も食物繊維が豊富で、お肉と抱き合わせすると消化もいいしダイエットにもいいし、であとは一番ねこれ感動したのは、お肉の汁をオートミールが吸ってくれるんです。だからオートミール自体もすごく風味があって美味しくなるんです。で私的には世紀の大発見だったんです。では早速つけていきましょう。では蒸し器で蒸していきます。蒸し料理って私は食材がありのままの味がしていて、料理法としては蒸すのが一番好きなんですよね。準備ができたので10分くらい蒸します。ふっくらして美味しそうにできてますね。いい感じですよ。いい感じにできてます。匂いもすごくいい感じです。じゃあ早速食べてみましょう。ではいただきます。私は和がらしとお醤油が好きなのでこれを準備しました。柔らかいです。こんな感じです。いただきます。和がらしをつけてちょっと醤油。とても優しくて美味しくできてます。で味がカブの葉が入っているので若干苦みがくるかなと思ったら苦くなくって逆に甘みが出ていて、であとオートミールがですねこのお肉汁を吸ってるのでちょっとふっくらして、お米みたいな感じでちょっと歯ごたえがあるんですよね。そのプチプチ感もすごくよくって、であとですねこのちょうど柔らか加減っていうのは、その人間の手ってすごい私の中では一番いい調理器具だと思うんですよね。でその人間の手で練るっていうのは加減がやっぱりあるので、その食感がちょうどいい具合にちょうど空気が気泡がひき肉とかぶの間に気泡がちょうどよく入ってるんですよね。それが食べた時に肉汁がちょっとじわーっと出ながら、そのオートミールでもプチプチ感がありながら、非常にバランスいいシューマイができたと思います。で今回はカブで作ったんですけど、別にカブじゃなくても旬の野菜で作ることができます。例えばごぼう、大根、白菜はもちろんのこと、キノコ、いろんなキノコを混ぜても美味しいですし、じゃがいもなんかでもできると思います。でそれとこれは冷凍保存ができるんですね。ジップロックにこんな感じに入れてもらって冷凍庫で3ヶ月間持ちます。で食べるときは自然解凍して蒸してもいいですし、そのまま電子レンジで温めても全然美味しく召し上がることができます。でもともとカブが美味しいから美味しいんですね。この冬の間の甘いカブでカブのシューマイを作ってみてはいかがでしょうか。それではまた。
ご視聴ありがとうございました。もしこの動画を気に入っていただけたら、高評価、チャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。